皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、イギリスの空母が太平洋地域に配備されるかもしれないという話を取り上げようと思います。この話それ自体は、すでに今年の2月頃には憶測記事などが出ていました。しかしその頃は、本当にイギリスの空母艦隊を太平洋地域に常時配備するのかというのは、まだまだ確定したものではありませんでした。しかし、そこから数ヶ月も経ち、イギリスと中国との関係を考えると、むしろこの話は真実味を帯び、実際に配備されるかもしれないという話が、より真実味を帯びてきました。もしもこれが実現すれば、日米英3カ国の空母がこの地域に集結することになります。これら空母が一体どの国に対して牽制を利かせているかといえば、それは大陸国家である中国に対して、海洋国家である日本、アメリカ、そしてイギリスの3カ国が連携する動きとなります。このような動きが起こっているのは、当然のように米中冷戦構造の中において、兵力をどの地域に置かなければならないのか、各国が考えた結果でしょう。今回はそのあたりについて解説を行っていきます。それでは関連ニュースをどうぞ。日米英で横暴中国に倍返し。英国が最新空母の極東派遣を計画。大英帝国のプライド踏みにじった中国共産党に怒り。英国の対中強硬姿勢が明らかになった。中国が中英共同宣言を無視して、香港に国家安全維持法を施行した上、新型コロナウイルスの世界的大流行の責任を無視して、軍事的覇権拡大を進めていることを受けて、最新鋭空母クイーンエリザベスを極東に派遣する計画を進めているというのだ。米国や日本との合同軍事演習も想定しているという。自由主義と全体主義が対峙する中、世界を支配した大英帝国のプライドを誇示するのか。14日付のタイムズは、空母クイーンエリザベスを中核とする空母打撃群が来年初め、初の本格任務として極東に派遣される計画が進んでいると、英軍高官らの話をもとに報じた。2017年に就役したクイーンエリザベスは、全長約280メートル、排水量約6万5000トンで、イギリス海軍史上最大級の艦船。環境が前後に2つある特殊な形状をしている。自衛隊も導入する垂直離着陸可能な最新ステルス戦闘機 F-35B を運用する。今回の極東派遣報道について、評論家で軍事ジャーナリストの牛尾氏は、イギリスが東アジアを含めたグローバルな安全保障にコミットする姿勢として大きな意味を持つと言い続けた。クイーンエリザベスは、海上自衛隊最大のヘリコプター搭載型護衛艦出雲より大きく、イギリス海軍の原子力空母ロナルド・レーガンよりは小さいスケール艦だ。日本が地上配備型迎撃システムイージス・アショアの配備計画を断念した中、同空母の極東派遣は中国や北朝鮮に間違ったメッセージを受け取らせないためにも意義がある。日米英合同軍事演習も含めて日本は最大限の支援を行うべきだ。英国の動向には中国への対抗姿勢が見える。中国が6月末、香港に施行した国安法は、中英共同宣言で保障した2047年までの高度な自治に明確に違反するものだ。香港の旧宗主国であるイギリスをはじめ、米国や日本など先進7カ国は事前に国安法導入に重大な懸念を伝える外相共同声明を発表していたが、中国は全く聞く耳を持たなかった。ボリス・ジョンソン首相は今月初め、統治時代に香港市民に発行した英国海外市民 BNO 旅券の保有者を対象に、イギリス市民権を付与する道筋をつける意向を表明した。イギリス政府は14日、第5世代移動通信システムから中国通信機器大手ファーウェイを排除する方針を発表した。一時は同社製品の限定的活用を容認していたが方針転換した。さらに英国メディアは最近、中国による英国の政財艦海工作を暴いたり、コロナウイルスと武漢ウイルス研究所の闇に迫るようなスクープ報道を連発している。大英帝国のプライドを踏みにじった共産党独裁国家に対する怒りを感じさせる動きと言える。ただ、最盛期に世界の4分の1を支配した大英帝国流の思考はそれほど単純でもなさそうだ。国際政治学者の藤井氏は、英国は中英共同宣言を保護された立場なので、中国には香港の自治を認めるべきだといった厳しい姿勢をとっている。
極東に最新鋭空母を送り、日米との連携姿勢を見せるのもその一環だ。ただ、5G から排除するというファーウェイだが、ケンブリッジに研究拠点を設置する検討を行っており、ジョンソン首相は容認する方針だ。このしたたかさこそ英国流と言える。11月のアメリカ大統領選でドナルド・トランプ大統領が再選を果たせなかった場合を見据えて、再び方針転換ができるよう実質的に二股をかけていると見るべきだろうと分析する。イギリスの外交政策は国益のためには二枚舌三枚舌も厭わないとされる。新型コロナ後の混迷する世界において、日本の政界にも国益を守り抜く戦略家、知謀家、策略家の登場を期待したい。イギリスが太平洋地域に空母を配置するのではないかというこのような報道に対して中国は反発を見せています。中国、太平洋地域へのイギリス空母配備を牽制。中国の駐英大使は、英国が新空母を太平洋地域に配備すれば非常に危険な動きになるとして牽制した。駐英大使はタイムズ紙に対し、英国が欧州連合との貿易上の結びつきを今年中に断ち切る中、英国は軍の配備で中国に対し米国と結託してはならないと主張。さらに EU 離脱後も英国は世界で重要な役割を果たしたいだろうと述べ、太平洋地域への英軍配備は重要な役割を果たす方法ではないとも述べた。空母は軍艦の種類の中の一種類に過ぎません。しかし、他の種類に比べるとはるかにその存在意義は大きいです。なぜならば、空母の場合は艦載機を積んでおり、その艦載機の活動範囲というものを考えれば、まさに空母というものは動く基地なのです。しかも、この空母は一隻だけで動き回るということはほぼありません。必ずのようにそれを守るような形で艦隊が一緒に行動します。ですから、空母が配備されるということは、イギリスの艦隊一つがこのアジア地域において活動するということを意味します。しかもイギリスは決して中国と仲のいい軍隊としてやってくるわけではありません。ですから日米にとってはまさに仲間の軍勢だと言えます。もちろん未来においてはどのような国際情勢の変化というものが発生するかはわかりません。しかし少なくともこの近未来という意味においてはイギリスが中国側に寝返るという可能性は非常に少ないことを考えると、イギリスの空母艦隊の配備というものは、ぜひとも日本も何かしらの形で支援ができるならするべきです。それでは、このイギリスの空母艦隊、一体どこを母港とするのでしょうか。この記事の中では触れられてはいませんが、他の記事などを読むと、まずはイギリスはアジア地域における海軍基地を持ちたいという話が出ているようです。その中において有力候補なのは2カ所。まず第1は、かつて植民地であったシンガポール。このシンガポールは経済的には発展していますが、自国を守る軍隊は非常に脆弱なものであり、どこかの軍隊が入ってくる、もしくは武装組織による大規模な攻撃などを受けると、非常に国家そのものが揺るがされてしまいます。ですから、イギリスに軍港を作ることを許す、そして常駐してもらうことによって自国の防衛などについて強化するということが考えられます。第2に考えられているのがオーストラリアです。それこそオーストラリアはファイブアイズと言われる5カ国の諜報活動の連帯の中にあります。ですからイギリスとしては非常に信頼できる国です。今のところこのシンガポールかオーストラリアに決まるだろうとは言われています。しかし候補としては上がらないものの、日本も決して悪い場所ではありません。例えば空母が配備されるからにはその空母に配備される戦闘機を整備することが非常に重要になります。日本にはこの F35 の整備拠点が設けられることになっていますから、日米の艦隊に加えてこうした戦闘機の整備などもできるのですから、日本が母港となっても決して悪いわけではありません。ただ日米の軍事同盟と比べてイギリスと日本との間にはこのような部隊駐留に関する条約などが結ばれているわけではないので、いきなりイギリスの艦隊がじゃあ佐世保を母港にしますよ、これからは常駐しますよといった話はなかなか難しいでしょう。しかし今後の未来のことを考えると、日米の軍事同盟だけでは私は非常に心もとないと思っています。それこそ世界情勢がどう変わるかというのは未来に向けてはわからないのですから、選択肢をより多くするという意味でもイギリスとの関係は深めるべきでしょう。日英の軍事同盟という話は決して日本の中で議論がされているわけではありません。しかし今後については議論すべき議題の一つだと私は考えています。中国の脅威に対しては自国の防備を固めるというのもまず第一なのですが、しかし同時により多くの仲間を得ることも外交上そして軍事上においても非常に重要だと思います。
それによって中国が日本に対する不遜な態度というものを改めることはおそらくはないでしょうが、しかし少なくとも軽率なちょっかいなどをかける確率というものは私は下がると考えています。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。